皆さんこんにちは。ディレクターさんこんにちは。こんにちは。久しぶりにディレクターさんと会って撮影中です。改めてご挨拶申し上げます。漫画家兼 YouTuber のボイチです。それでは今回の動画は1ヶ月間皆さんの考え、意見、質問を聞いてみるボイチチャンネルのコメントを読む時間です。コメントを読む動画が本当に重要なのでたくさん見ていただきたいです。まず日本語チャンネルのコメントを読んでみます。多様なジャンルを守らなければならないという考えに深く同感します。実力が足りないですがビジョンに参加してみたいですね。漫画センターに関しては今年秋に始動するウーブンシティに参加してみてはいかがでしょうか。共感もしてくださって積極的な意見もくださってこういうアイデアと意見をたくさんください。そしてたくさん考えてみてください。これらは漫画の未来に大いに役立つ考えになるでしょう。皆さん、私、そしてディレクターさん、私たちが初めて考える人たちです。漫画センターはどうすればいいかな。グローバルに漫画産業が発展するためにはどうすればいい。これは私たちが初めて考えることです。皆さんの考えが集まって未来のものすごいテコを動かすすごい力になります。本当に素晴らしいご意見でした。トヨタのウーブンシティとおっしゃいましたが、正直これは私がよく分かりません。もしご存知の方がいらっしゃったらコメントでウーブンシティについて文化コンテンツに関するどのようなビジョンがあるのか、どんな投資計画のようなものがあるのか教えていただければ幸いです。私がいつも言ってますが、バカ集団のバカ、私たちはバカ集団、私はバカの王様です。私が思うにウーブンシティで漫画センターに関して決めることはトヨタがやるべきことだと思います。初めてお話ししますが、トヨタも漫画ビジネスをしなければならないと思います。トヨタで漫画産業をすると思ってみてください。ソニーはクランチロールを活用して少年ジャンプに勝つというビジョンを提示して、トヨタはソニーに勝つというビジョンを提示すればこの世の中とても面白いんじゃないですか。想像しただけでも面白そうです。次のコメントを読んでみます。ボイチ先生のチャンネルを見つけました。登録しました。趣味で漫画を絵に描いてから数年になりました。漫画を描くのは人を絵をもっと人らしく描けるようになってからと思い、漫画を描く練習を続けなかったことを後悔しています。4ページ漫画を一生懸命完成しましたが、おめでとうございます。偉いですね。4ページ漫画を作るのは本当に大変です。完成したということが重要です。完成はどれも難しいですが、4ページの漫画は本当に難しいです。これからすごいことが起こる兆しですよね。本当におめでとうございます。皆さん拍手をお願いします。続けて読んでみます。4ページごとに一生懸命完成しましたが、読むことの難しさと熱気が足りないこと、伝えたいことが伝わらなくて悩んでいます。漫画のネーム練習は何をすればいいでしょうか。そこで質問の要点は、漫画のネーム練習は何にすればいいということです。まず私が言いたいことは、私のチャンネルでネームと関連した動画をご覧になって楽に始めてほしいです。こういう提案をしたいです。気楽にこんな簡単な方法もあるんだ。簡単にティッ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 ティティッティッが何なのか、当チャンネルの以前ネーム動画をご覧になると分かります。でも実は正解は別にあります。その方法は簡単な方法です。すべての簡単な方法は正解ではありません。簡単な方法はいい方法です。いい方法ですが正解ではありません。正解は一番いい方法です。それでは一番いい方法、正解は何か、ただたくさんやるんです。ただたくさん1日に50ページずつ、1ヶ月に1500ページを描くことができます。1500ページは構想も難しいです。1500ページは単行本7冊分です。エッセイ漫画なら15冊くらいの分量です。こんなにすごい分量です。これをどうやって構成しますか？1500ページをするにはストーリーをどのように構成すればいいですか？ディレクターさん、どう思いますか？
ストーリーを長くしてやるべきですか？正解は構想しなければいいです。ネームを1日50ページしなければならないのですが、構想する時間がどこにありますか？構想しません。何の悩みもなしにただ描くんです。次のページが思い出せない。それではキャラクターが急にあえうを打って言えばいいんですよ。何それと思うかもしれませんが、これが本当に正解です。どうしても思い出せない。1日に50ページやるには10分以内に次のページをやらないといけないんですが、次のページが思い出せない。そうしたらまたキャラクターはあえうを打となように何でも話せばいいです。では相手のキャラクターは何をすればいいですか？そうですよね、あえうをう。3ページをあえうをうしながら背景が出てあえうをう、カメラが回ってあえうをう、ハイアングルであえうをう、ローアングルであえうをう、クローズアップであえうをう、こうやってあえうをうを10枚を作ってから、その次から思い出したらストーリーを続けていただいて、あえうをうが終わっても思い出せないと12345をすればいいんです。何をありえないことを言ってるのというかもしれませんが、これが最も現実性があります。これについて2つの理由をお話します。1つ目はこれと同じような方法でなんと1日1冊ずつネームを作っていた作家の方が韓国にいらっしゃいました。その方の作品を見ると、次のカットと次のページを真剣に考えたようではないです。でもずっと見ていると驚くべきことに、場合によってはそれ自体がものすごい魅力を作り出す場合があります。最初はこれが何だろう、文学的に見た時これが何なのか到底解釈できないが、ものすごいスピードで何かを流しているのが感じられます。そうやって何かを作り出しています。こうしてとても素晴らしい作品が出ました。そういう事例があります。これが一つの方法です。全ての作家がやったらダメですよね。そしてもう一つはネーム練習じゃないですか。いいストーリーを練習する質問じゃないじゃないですか。ネーム練習です。4ページに漫画を作るのはすごいことだけど、本当に大変な思いをさせたんですが、これをもっと簡単に早く悩まずにできる方法に対する私の返事です。肝心なのは練習量です。この世の全ての問題に対する正解は練習量を増やせばいいんです。素晴らしいストーリーを今書くことが目標ではありません。ネームの練習じゃないですか。ネームを作る能力を作り出すことです。私は高校2年生の時、1泊2日の間64ページを描いたことがあります。この64ページをストーリーもなくて下書きもなく何もなしにただ描くんです。描きながら次の構想をするんです。また次を構想しながらそのまま流れていくんです。そうしないと1泊2日で64ページも描けません。ただ適当に描くんです。私はそれがすごく役に立ったと思うし、あの時そうやって作業したのが私の自慢です。こういう意味のある練習をするためのネームを作りのような条件が他にもあります。それはまさに誰にも見せようとしないです。例えば人をかっこよく描きたいのにこんな考えをする理由は、多くの場合誰かに見せることを考えるからかもしれません。私の絵をインターネットや SNS に載せたい、漫画のサイトにアップロードしたい、またはどこに投稿をしたい、せめて友達に見せたい、こういうことをした場合、皆さん手が止まるかもしれません。なぜなら嘲笑されることもあるからです。笑われるのが好きな人はいません。漫画を描いてストーリーを描く人を嘲笑うことは、例えると鋭いものに刺さるような感じです。絵を描いてストーリーを描く方々なら、私の言っていることがどういう意味なのか理解されると思います。とても攻撃的に感じる時があります。それでは読者は嘲笑ってもいいです。実際に作家たちがとても苦労するけど、読者を嘲笑う権利があります。世の中に作品を出すということはそういうことです。でもそれだけは分かってほしいです。嘲笑うということは作家を本当に苦しめる行為です。それをみんなが知っているから、私が今描いているこの絵、ストーリー、この漫画が私の全てで、私はここでお金を稼ぐわけでもないし、他には何もありません。
私がこんな暗い道を歩いてるのに、誰かが私を笑えばどうか努力できますか？それではどうすればいいでしょうか？嘲笑を避ける最良の方法は見せないことです。練習したものは見せない方がいいです。実践は自分が得意なことを集めてやって、練習は自分ができないことを集めてやるんです。腕のいい人の練習も実力がないことを練習するということです。なので見せない方がいいです。練習したことは見せずに上手くなった時、私は以前にこれくらいしかできなかったと言いながら練習したことを見せるんです。そういう方法でたくさん真剣にストーリーを考えることもないし、誰かに見せようとする必要もないし、思いつかないとあえうおう12345適当に投げながらネームをたくさん作ればいいんです。そうするとネームを作る力が大きくなり縮尺になります。最後にもう一つ言いますと、私がお話した方法でネームをたくさん作って演出に関する本をお読みになると本当に実力がぐんと伸びるでしょう。ディレクターさんはいかがですか？はい、本当に大きな助けになります。私もボイチ先生のおすすめの演出本を読みましたが、映像を作るとき本当に役に立ちました。その時に読むと本当に大きな助けになります。演出本の選び方は漫画の演出本があればそれが一番いいです。そうでなければ映画の演出本も役に立ちます。私は前に雑誌の編集に関する本を読んだことがあります。どんなことが気になったかというと、映画の演出本とかに両面ページで左右をどうするのかよくわからなかったことがあります。だって映画って左右のページがないじゃないですか。左右のページを演出する方法をうまく扱った漫画の教科書を私は手に入れることができませんでした。映画の教科書には当然出てきません。そこで本屋で雑誌の編集に関する本を読んでみました。そういうことがありました。購入はしていません。ただ立って読みました。そうやって何でも読むのがいいです。写真の撮り方に関する本もいいです。とにかく演出に関する本を読むといいです。私が思うにはこれが正解です。次のコメントを読んでみます。